こんにちは、工芸てっちゃんです。今日の工芸てっちゃんがおすすめしますはこちら。じゃん。KTC さんの8分の3、72ギアのスイベルラチェットです。はい。こちらの商品はね、昨年の12月に新発売されまして大人気。もうね、店頭から姿を消しましたけれども、最近ね、ようやくちょっと落ち着きかけましたので、改めてご紹介したいと思います。スイベルラチェットの特徴と合わせて、この KTC さんのスイベルラチェットのポイントをね、3つでご紹介します。スイベルラチェット。スイベルというのは、このような横回転ね、このような回転軸とは別軸でこのように動く。この機構をですね、スイベル機構と言うんですけれども、その機構のラチェットなのでスイベルラチェットということなんですが、このスイベルラチェットの特徴はですね、ここのドライブを中心としてこのように動きます。ですから力が逃げにくく、しっかり力をかけられるということでとても人気です。そして最大の特徴はですね、このように縦使いができるということじゃないでしょうか。このようにして早く回して力をかけたいときはギュッと、ね、このように使えるのが、スイベルラチェットの特徴です。そして、KTC さんのスイベルラチェットは180度以上曲がります。ね。ギュッとこの角度で使いたいという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ね。ギュッとね、このように曲がります。はい。そんなね、KTC さんのスイベルラチェットの特徴を3つでね、ご紹介していきます。まず1つ目ですね。はい。見てお分かりになるでしょうか。頭。ヘッドがですね、とてもコンパクトなんです。これだけ見るとね、ちょっと分かりづらいですね。はい。こちら。スナップオンの8分の3のね、スイベルラチェットね、とても人気のラチェットです。D のスイベルラチェットね、こちらも人気なんですけども、そのラチェットと比べると、はい、この差です。はい、ね、明らかに小さいですよね。ね、そしてね、こちら、スナップオンのね、シブ1ヘッドに8分の3のドライブをつけたこちらのラチェット。これも人気なんですけども、これと比べると、ほら、ほぼ同じじゃないですか。ね。同じですよね。ちょっとね、ノギスでね、測ってみたくなります。本当に同じかどうか。スナップオンは 30mm。ね、約 30mm。KTC はどうかな。ちょっと大きいかな。でも 31.6 ぐらいでしょうか。ね。はい。ほぼ同じですよね。だってこっちはシブ1ヘッドを8分の3にしたスイベルラチェットですから。それとほぼ同じような大きさのラチェットということなんですね。ちょっとこれだけでもいいですよね。そしてね、ここ見てほしいんですけれども、ここ挟み込み注意って書いてあるじゃないですか。ね。ここの間にね、こう挟んじゃった経験のある方もいらっしゃると思います。グローブとか。ね。隙間がね、KTC さんのほとんどないんです。ね。スナップオンの悪く言うわけじゃないですけども、この隙間に対して KTC はほぼないです。ね。はい。ここら辺もね、なんかね、さすがだなという感じがしますね。はい。ということでですね、ポイント1つ目はですね、ヘッドがコンパクトということです。そしてポイント2つ目。はい。これ見えますでしょうか？ジャパンの刻印。はい。メイドインジャパンということです。このようなタギアのラチェットって外国製のものがね、多いんですけれども、KTC さんのこのスイベルラチェットは日本製です。オールジャパンということで、リペアパーツもあるんですけどもね、こちらももちろん日本製ということです。で、中身ちょっとね、分解して写真撮ったんですけど、見てください。このギアの感じもなんか日本製と言われるとなんか、しっかりしてるんだなっていうね、感じがしますよね。安心して使える日本製ということがポイント2つ目です。そして3つ目ですね。長さがですね、
2種類あります。はい。こちらのスタンダードのラチェットは、こちら、8分の3のスタンダードラチェットとほぼ同じ大きさです。ね、ヘッドの大きさも、はい、このように一緒です。ね。長さも一緒です。というのは、KTC さんはね、こちらのスタンダードラチェット36ギアです。ね。今、多ギアのラチェットが多い中、36ギアということで、こちら、新しくスイベルラチェットで72ギアを出したということなんですが、こちらのラチェットハンドルを使っている方があまり違和感なくですね、使えるようにということでヘッドの大きさとか長さがね一緒になってます。この動きはね最大の違和感ですけれども、この動きにチャレンジしやすいということであまりね大きさが変わらないようにという気遣いですね、がされております。はい、それとね KTC さんの SK セットお持ちの方もいらっしゃいますよね。こちらのスタンダードラチェットのところに今回のスイベルラチェットがこんな感じでねぴったり入りますね。こんな感じもいいですね。それとロングの方はねちょっと長めになってます。見えるかな。はい、ロングはねこの方がいいか。はい、ロングは、このようにちょっと頭一つ分ぐらいね、長くなってます。ちょっと力をかけられるようにということで、ちょっと力かけたい方はねこちらのロングがいいかと思いますし、コンパクトに使いたい方はこちらねスタンダードタイプがいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとね最後になってしまいましたけど、ここのね動きね、ここの動きねKTC さんのこれ硬いんですけども、理由はこのようにソケットをつけた時にふにゃんとならないような硬さになってるんですけれども、ここにね六角穴ねキャップスクリューがついてます。ここをね緩めると、柔らかくなりますので、ちょっとねこう緩めてあげてください。そうするとほらね、こんな感じで柔らかくなりますので、お好みの硬さに合わせてね調整することができますね。ここのね六角で硬さは調整できます。そして、KTC といえばネプロス。なんでネプロスでスイベルラチェット出さなかったのという声もね、お店でよく聞かれるんですけれども、それはですね多分 KTC さんのこだわりだと思います。ネプロスは90ギアのラチェットにこだわってますね。ネプロスのラチェットハンドルは90ギアなんです。でもこれは72ギアなんですね。はい。ギア数が足らないからネプロスで出さなかったんじゃないかなというのがですね、僕の想像なんですけれども、はい。どうなんでしょう。90ギアのスイベルラチェットがネプロスで出るのかどうか知りませんけれども、そんなこだわりがあるんじゃないかなというふうに思います。これね、お店でもよく聞かれるんですけれどもね。はい。ということでですね、こちらの商品、ファクトリーギア各店と通信販売で購入できます。タイミングによっては、店頭でね、品切れしている場合もあるかと思いますけど、もちろんご予約はできますんでね、最近はだいぶ落ち着いてきたんで、それでも早く入ると思いますのでね、よかったらぜひ、ファクトリーギア各店と通信販売で購入していただきたいなというふうに思います。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、こちら。KTC さんの8分の3、72ギアのスイベルラチェットでした。